こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、13枚目の地図を調べ終わったところまでです。見事な陸マップだったわね。今まで調べた地図はこんな感じで、次に調べるエリアは今いる場所の真南です。で、前回までに発見したバイオームは48種類、未発見が9種類となっています。冒険の時間としてはあとメサの3種類だけですね。そういう意味ではあと一歩まで来てるのよね。さてアイテム整理も終了。出発します。出発して1分ほど進んだところで、事件が起きました。罠にはまったのは目前の池です。うっかり水深の深いところを通過し、強制的にロバから降ろされました。普段ならロバはすぐ浮かび上がってくるのですが、なぜかロバが水中から動く気配がありません。今押した時にブロックで突っかえましたけど、最初の位置では突っかえていなかったですね。で、ロバを押すと抵抗します。どういうことかしら。詳しいことはわかりませんが、水中に空気のある隙間ができていました。多分この水中を、ロバが地上だと認識してしまったのではないでしょうか。そんなことあり得るのかな。わからないですよ。こんなことは初めてなので、ともかくこのロバは水に浮くことを忘れてしまったようです。どうやったら助けられるか若干途方に暮れてますが、まずは水中の空気の隙間を取り除いたら、ロバが水に浮くことを思い出すのかなと考えました。あとはロバの息継ぎですが、水中の空気で息ができているのか判別困難です。そこで、水中のロバに時々乗ることにしました。そういえばロバに乗っている時って、長い時間ロバが水の中に浸かってても溺れなかったわね。ロバの息のゲージが見えないので効果のほどは確認できないですが、息継ぎになると信じてやってみるしかない状況です。水中でブロック削るのは時間かかりすぎます。結構身の危険を感じながらも、念のため一回ロバに乗ってから、急いでシャベルを作る作戦に出ます。レシピが違うわよ。それツルハシ。焦っていると、どうも一番慣れてるものを作ろうとしてしまうようです。自分が死んだら元も子もないです。時間ロスしても金の人参食べておきます。さすがシャベル。掘るスピードが速いです。ロバの悲鳴を聞いたのでとっさに乗馬しました。ロバが息継ぎできたことを期待します。さすがのシャベルも水中で使うと使い物になりません。一応ロバは水中の空気で呼吸できているのかしら。おそらくですがロバが水中で動くので、呼吸できてたりできてなかったりですね。どの道長い時間は持たないでしょう。ロバの頭上のブロックを掘りにかかります。しかしなお、浮かび上がってくる様子がない。ロバの足元にブロック敷き詰めたらどうだろう。せっかく手は尽くしたのにね。厳しすぎです。ロバが死んでから思ったのは、リードで引っ張る方法もあったんじゃないかということくらいです。ただロバの動きが変だったので、リードで引っ張っても水に浮いてくれたかはわからないですけど。あとは途中で金の人参をあげれば時間は稼げたと思うけど、根本的な解決にはならなかったわね。とりあえずアイテム整理は終わりました。一部の不要品を捨てたので、エンダーチェストを使ってギリギリ持ち運べます。アイテムロストが避けられたのは不幸中の幸いね。まあ、モチベーションをごっそりロストしましたけどね。さて少し進んだら、めっちゃ変な描画がされました。
水面が四角く削られてるのでチャンク抜けっぽいのですが、まあそんなのどうでもいいです。どうでもよくないけど、特にやれることもないわね。全然治らないし、やっぱりどうでもよくないですね。セーブデータが心配になってきました。さてどうでもいいですが、このポイントで地図を作り終わったらいよいよ冒険の時間、地図14枚目に突入です。どうでもいいというのがそろそろどうでもいいわ。さて地図はできました。この先どうやってプレイしていきましょうか。ロバいないんですよね。さてとりあえず、ざっと海の方は埋め終わりました。色々考えたのですが、陸地を埋め始める前に、1枚目のマップに行ってロバを連れてこようと思います。でも往復だけで結構時間かかるわよ。ロバなしで陸地を埋めるの大変なんですよ。往復時間の元は取れると思います。しかし、隣の地図の途中まで入ったところで挫折しました。正直、1枚目の地図まで戻るだけでも大変すぎます。ならどうするのよ。馬を現地調達しようと思うんです。今のアイテムの手持ちの量なら馬でもなんとかなるかもしれません。14枚目の地図に戻って西の端を北上してみたら、もう少し海が広がっていました。さて、北西から大陸に上陸したところです。おや、ちょっと珍しいですね。だいぶ珍しいわよ。溶岩が丸々木を飲み込んでいるとか、今まで見たことないわよ。ああ、もう燃えかすしかないです。ロバがいたら早く近寄れたのに。さりげなく北の方には突然変異のバイオームが広がっています。山岳 M とか白樺の森 M とか、あと花の森林バイオームがありました。森を抜けるとようやく広い草原を発見。馬を探します。もちろんロバがいたら御の字ですが、そこまで自分の運に期待していません。あれ？なんかあの羊変です。どういうこと？羊って、ひっついてでっかくなるゲル状のモンスターだったかしら。それにしては拒絶反応を起こして一体化してないですね。お、3体に分離した。三位一体改革でしたか。まあ謎なのはどうやってスポーンしたかなのよね。さて、ようやく馬を発見しました。なんかドキドキものですね。馬を飼いならすの初めてなんですよ。お、こっちの馬にしましょうか。確か、飼いならすには馬に何度も乗ればいいんですよね。あれ？乗れない、なんでだろ。まあプレイ後に調べてみたら、アイテム持ってたら乗れないんですね。綺麗さっぱり忘れてました。いや、以前初めてロバを飼いならしてから、もう2ヶ月も経っているんですよ。まあその代わり試行錯誤して、馬に曲芸を覚えさせることに成功しました。まあ、ちょっと練習不足なのでここまでです。さて馬はひとまず諦めて、人力で地図を埋めているところなんですが、なんとも魅惑的なトンネルがありました。しかし、まだまだロバショックが抜けきれていなくてスルーです。馬の曲芸くらいでは気が晴れなかったんだ。はい。ロバだけでなく、ジャンク抜けがあったり、羊の塊がいたりして、なんかこのセーブデータ大丈夫なのかと疑心暗鬼です。さて今回はここまでです。
バイオームの更新はならず、地図の方はここまで広がりました。そういえば、これでようやくキノコ島のあった海洋バイオームの全貌が見えてきたわね。はい。予想よりはるかに狭い海洋でした。おかげでせっかく大量に持ち運んでいたサトウキビが、お荷物になってしまってます。それでは次回、馬を飼いならすことと14枚目の地図の調査完了を予定してます。ではまたね。バイバイ。